お待たせいたしております。タカでございます。はい。はい、タカです。アルコールフリーの健全な配信をしております。シラフのタカでございます。酔っ払うことはございません。まあ、何のことだかはわからなくても大丈夫ですよ。待ってください。サクサクね、別にネタは何もないんだけど、サクサクいきますよ。今日も久しぶりの声出しなので、むせることもあるかと思いますが、あらかじめご了承願います。本日1番、レオナさんこんばんはでございます。アルトさんこんばんはでございます。レニさんこんばんはでございます。ゆうなみさん、こんばんはでございます。あやかさんこんばんはでございます。ゆかちゃんさんこんばんはでございますでございます。積みキャスのサプライズ登場、いえ、とんでもございません。ちょっとね、さすがに黙ってはいられなかったので、何のことでしょう。メタルさんこんばんはでございます。ファイアウッドさんこんばんはでございます。ヘムチンさんこんばんはでございます。まさみさんこんばんはでございます。スワンさんこんばんはでございます。つみさんこんばんはでございます。ひみみやさくらさんこんばんはでございます。つみギャスね、壊れゆく酔っ払いたちを見てましたよ。チャックさんこんばんはでございます。サイクスさんこんばんはでございます。リタさんこんばんはでございます。ドラミさんこんばんはでございます。ネコマジンさんこんばんはでございます。お茶さんこんばんはでございます。はい。みかんちゃんさんこんばんはでございます。あきねさんこんばんはでございます。なすけさんこんばんはでございますでございます。ちなつさんこんばんはでございます。周期年の配信についてキャスネリー。画面にファンとした贅沢。あら、そう言っていただけるとありがたいございます。できれば、その前の罪な男たちの配信も見ていただいていたのでしたら嬉しいんですけれども。ポカラさんこんばんはでございます。翔さんこんばんはでございますでございます。中村さん、こんばんはでございます。高明くん、シラフのタカでございます。アルコールフリーの健全な配信をやっているタカでございます。ちょっと先日の試合に顔を出せなくてすいませんでした。一応ね、ギリギリまで行こうと思ってたんですけどね、いろいろ間に合わなくて、ちょっとね、当日券で黙ってサクッと見て帰ろうと思ってたんですけど、いろいろやることが間に合わなくていけなかったですが、今日の酔っ払い具合を見る限りでは、良い試合ができたということで、はい、そういう認識でおります。トコさんこんばんはでございます。ミサさんこんばんはでございます。バッシーさんこんばんはでございます。ブンさんこんばんはでございます。クレハさんこんばんはでございます。イブさんこんばんはでございます。酔っ払いは、そうですね、なんかカレー屋さんで酔っ払いどもがね、いろいろ楽しんでるみたいでね。ちょっとね、やっぱね、配信をね、いろいろね、積みキャスというね、罪な男たちの配信をちょっと見てたんですけれどもね。まあ本当にね、アーレア君こんばんはでございます。体の調子はどうでしょうか。金曜日の試合も無事こなせたみたいで、あと行きたかったんですけど行けなくて、なんかすごく残念でございます。ね定期的にね、大強盗さんの試合には顔出しとかないと、未だに私、筆頭には顔を覚えられてないということがこの前分かりましたので。ね、大工さんこんばんはでございます。ソコロンさんこんばんはでございます。仕事行ってきます。あら、お疲れ様です。頑張ってください。いやー。昨日の試合、全体から見たんですね。あら、イカちゃんさん、それをお疲れ様でございます。サプライズで来るのやめてください。事前告知したら面白くないでしょ。っていうかね、いけるかどうかわからなかったので、ギリギリまで頑張ってたんですよ。で、いけるって分かった時にはもう多分、バタバタしてるだろうから、事前連絡できないので、
もう当日券で行けるんだったら行って、そこ帰ろうと思ってたんですけど、夢叶わずって感じでしたね。峠さんこんばんはでございます。3周記念同時視聴中です。もう周記念の方に集中していただいて大丈夫ですよ。ね、はい。事前に結城さんから、お詫びの連絡が入りまして、配信に被ってしまいますって言われたんですけど、もう全然、もう周記念のね、プレミア配信と比べたら、私の配信なんてもう、なんだろう、ジオングの足みたいなもんでございますから。チャコさんこんばんはでございます。コメントは、挨拶コメント一応追いついたかなということで、始めますよ。120回目のはず。うん。間違ってたら訂正してください。キャスネリスタートでございます。改めまして、こんばんはでございます。シラフで健全なタカでございます。すみません、ありがとうございます。猫町の早速何もしてないのでありがとうございます。今日も私は健康的かなんかわかんないけど、コーヒーでございます。ね、罪な人たちとは違ってですね、私はもう常に、配信をするってことはやっぱりね、ご覧になっていただいている方がいるので、中退はさらせないじゃないですか。なので、ね、アルコールフリーで、子供にも視聴していただける配信を目指しておりますので、ね、本当かよ。ということで、はい。しゅんさんまで、ありがとうございます。お疲れ様でございます。全然一緒にご飯行ってくれないしゅんさん、ありがとうございます。この前ね、すみません、ありがとうございます。何もしてないのに、もう健全な配信で頑張っております。この前ですね、罪な人たちとは違ってですね、ドラマティックな、ドラムスティックじゃないですよ、ドラマティックな、ライブを見に行ったんですけど、その時にですね、私、入り口の方というか、PA さんの卓の横でもう本当に後方で見てたんですけど、会場入った時が、ちょうど、そのドラムスティックなバンドさんの、ライブが始まる直前でちょうどいいタイミングだったんですけど、私に遅れること数分人が入ってきたんですよ。でも、人がね、私の真横にいたり目の前にいたんですけど、延々と私に気づかずですね、いやもうね、顔覚えられてないなと、俺もまだまだだなと思いながら悲しい思いをしてたんですよ。なのでね、金曜日の試合はぜひともね、見て顔を覚えてもらいたかったんですけどね。容量が悪い私なので、時間まで間に合わなくてですね、終わらせる、いろいろ諸々の作業が終わることができなくて、いけなかったのがすごく残念でございます。本当にね。ちょっと待って。コメント。ね、どこまでいったっけ？挨拶をしてないのは、まさみさんはあれだね、しゅんさんにやってるんだね。ゆうひさんか。ゆうひさんこんばんはでございます。あと、かつみさんこんばんはでございます。他は大丈夫かな？手の腫れを引いてきましたが、手の腫れはね、今日、夕方夜まで、いつから夜なんだろう。夜まで練習してまして、で、その後、配信のために体を清めるべく、シャワー浴びたんで、だいぶね、あれは引いてるんじゃないかな。練習直後はひどいありさまでしたけど、今は
違いがわかるかな、この。どうすればどうすればわかるだろう。こっちがクリームパンの状態の日でございますね。だいぶね、晴れは今引いております。さすが、まあ、お風呂って言ってもシャワーだけど、まあまあ、大丈夫ですよ。今日はそんなにがっつり引けてないので、すみません、ありがとうございます。起きてから夜までだから、まあ、いろいろもろもろ家のことしてから引いたから、8時間も多分引いてないんじゃないかな。なので、もともとそんなにね、今日は指が腫れてないんですよ。で、シャワー浴びて、まあ血行も良くなって、で、体がね、終わっていろいろ体温が下がったので、今晴れも引いたんじゃなかろうかと。木曜とか金曜は本当丸一日引いてたので、その時は中からクリーム出るんじゃないかってぐらい腫れてましたけど、はい。一応腫れてるの分かりますか？なんかね、美味しそうなソーセージみたいな感じになってますよね。ディオレインボーさんこんばんはでございます。CCA さんこんばんはでございます。まあ本当なんだろう、グッて拳を握ったら、クリームがニュって出てきそうな感じに腫れるっていうかね、パンパンになってたんですけど、今はね、なんとか大丈夫ですよ。で、まあ気をつけてればね、なんだろう、練習終わった時の腫れ具合が、さらにひどくなると、今度痛みが出てきたり、動かなくなってくるので、それには気をつけてはいるんですよ。なので一応は、まあね、腫れてはいるけれども、なんだろうな、まあ、スポーツ選手が運動した後みたいなポンプアップされた感じっていうんですかね。それいい状態、自分の中では。ただそれ以上に腫れてしまうと、指が壊れてしまう。本当にその関節炎症が起きて、もうちょっと動かすだけでも激痛が走るようになってしまうので、そこには至らないように加減はしてます。なのでちょっとでも、関節無理してるなっていう気配がしたら、その日の練習はちょっと休んだりとかしてますね。ただ力加減っていうのがやっぱさすがにこう長年やってきて分かってきてるので、声小さくないよね。なんですかね。まあ無理というか無茶はしてないですよ。なので全然大丈夫です。はい。あつしさんこんばんはでございます。すみません、ありがとうございます。噛みついてみたい感じある。本当にね、美味しい感じになりますよ。まあでも、だいぶすっきりしましたよ。わかります？ちょっとまだ膨らんでる感じはするでしょうけど、特にね、ここの根元ら辺からね、こっから下がね、膨らんじゃうんだけどね、それは仕方ないんです。今日はとても楽しいです。酔ってないです。高木も酔ってますよ、だいぶ。酔ってないですっていう人酔ってます。アミカラさんこんばんはでございます。ベース会にやめてもらわないボーカリスト。いや、大丈夫ですよ。ベース会の趣旨としては、春さんを囲む会なので、全然ミカルさんも来ていただいて構わないんですけど、ミカルさん一応バイオリンやられてますよね。だから弦楽器ね、まあ歌も歌えてバイオリンもできていろいろできるんだから全然、ただ春さんを囲む会なので、はいね、もし追い上げてなければ、なんかね、リハでもないのにライブでもないのにメンバーに会うなんてっていうのがなければ全然参加していただいて構わないんですけど、まあもしあれでしたらベースを買っていただいてベーシストになっていただいても大丈夫ですよね。まあ高
高木君もね、ミカルさんにベーシストになってくださいとお誘いがありますので、ぜひベーシストになって、みんなでハルさんを囲みましょう。門吉さん、こんばんはでございます。先日はありがとうございました。いや、全然大丈夫です。もう本当に、念願かなって、門吉さんの、悪魔に変身したお姿でのステージ見ることができてよかったです。本当にね、なんだろうな、昔ね、レア君や高垣君に初めてやった某ガルネリセッションでも感じたんですけれども、ああいういわゆるファンの方のイベントというか催し物っていうのは本当にそのファンの方の愛が溢れてて、和樹さんが出た、世紀末のねコピーイベント、カバーイベント、もう見る側も、演奏する側も、それを支えるスタッフ側も、すごく世紀末愛に溢れてましてね、なんとも心地よい場所でしたね。なんか、わかるなっていうのがね、なんだろう、同じ世紀末ファンだからわかる、口に出すともわかる空間、あれは良かったですね。楽しかったです。また、和樹さんの、和樹さんは当日サポートで、爆裂番長さんに出てたんですよね。本当は高気圧というバンドもで、その世紀末のカバーバンドをやられてるんですよ。そのご自身のこの前 CD 出したバンドと別にね。高気圧は実際まだ見てないので、今度は高気圧を見させていただければと思います、本当に。バイオリンを触れるぐらいなので弾けないです。いや、大丈夫。そんな謙遜大丈夫です。もうバリバリ弾いてるのが目に浮かびます。はい。おそらくベースも弾けます。なので、はい、お暇でしたら一緒にハルさんを囲みましょう。次回開催するときはおそらくニノさんも生贄として連れてこられると思うので、ニノさんを守る名目でも何でも構いませんので、お暇でしたらどうぞ。ねえ、5月は来年は行きたい。ね、もう事前にまた教えてください。スケジュールが合いさえすれば私は全然見に行きますので。ベーシストを増やすかいっていうかね、基本ね、もう人間生まれた時から基本はベーシストなんですよ。ハルさんまでありがとうございます。あれちょっと待って、明日エンシェントミスさんライブじゃなかったでしたっけ？あれこんなところで時間を無駄にしてて大丈夫ですか？ねえ、もう本当ね、定期的にね、本当は春さん囲む会はしたいんですよ。明日は新宿までにもうそら遠い。早く寝て早起きしないと新宿までは遠い。魔界から行かない。魔界からでしょ、ミカルさんは。今から起きては遅刻しない。確かにそうだ。もう全然寝なきゃいいんですもんね。てかもう今から会場にいればいいんだもんね。もう本当に。明日ね、またちょっとね、エンシェントミスさんも見たいんですけどね、なかなか私日曜日は家にいなきゃいけないという自宅警備員の縛りがありますので、全くのデタラメですけどね、本当に行きたいですね。また、こっそり急に見に行くかもしれないですけど、その時よろしくお願いします。中村美沙さんこんばんはでございます。遅くなってないです。何もしてないです。はい。ミカルさんとハルさんと酔っ払いさんが、シュンさんはそんなに酔っ払ってなかったのかな？わかんないんだよね。シュンさんちょっと、おうしか言わないから酔っ払ってるかどうかわかりづらいんだけど、酔っ払いたちと、悪魔と、ベーシストに囲まれるハルさんがいらっしゃっているだけです。今日のスイーツは何ですか？今日ね、そうスイーツなんですけど、言うてもですね、来月からツアーなんですよ。で、予定してたよりも痩せてなくてですね、でちょっと、スイーツを、封印しようかと思ったんですけど、
封印してしまうとストレスになりそうなので、まあちょっと控えめに、スイーツは控えめにしようということで、まあ今日いつも、買い出しに行くちょっと時間もなかったっていうのもあるんですけど、珍しくですね、いつもとは反対方向のコンビニに行きまして、まあそれでもですね、うちの周りセブンイレブンがやたらとあるので、セブンとファミリーマートに寄ってきました。はい、じゃあ皆さんがせかすので、はい、私は別にねスイーツ食べたくないんですよ。皆さんがせかすし期待するから、甘いもの苦手だけどあえて、買ってきております。今日はこんな感じでございます。いやー、ミシャンたちがいっぱい参加されて、今夜の配信は何か、本当豪華ですよね。なんか申し訳ないです。私、なんちゃってだから。ね、ガレンス、セトル決定おめでとうございます。いつまでですね、そした。今回は本当に、すっごい久しぶりの曲があります。こんな曲俺弾いたっけっていうようなぐらいなの。本当に、もうほぼ新曲ですよ。の曲もあります。で、一応はね、DVD 発売記念なので、すみません、ありがとうございます。前回のツアー、ね、DVD の内容も少し内容というか、その新曲は入ってます。一応ね、一応、まあ、DVD 販売促進っていう意味合いも兼ねてのツアーですからね。ただ、リクエストも反映されてますね。全部リクエスト結果は知らされてないですけど、で、各メンバーの、やりたい曲っていうのも反映されております。で、まあ、誰のリクエストなのかを、すみません、本当ありがとうございます。何もしてないので大丈夫ですよ。誰のリクエストなのかわかんないけど、本当に久しぶりの曲があって、多分その最後にやったのはその CD が発売したツアーじゃないかっていうぐらいの、多分40年ぐらい弾いてないんじゃないかっていう曲を久しぶりにやることになりまして、まあ若かった頃の私はなんともやんちゃなベースラインを弾いてましてですね年老いた私にはちょっと眩しすぎて弾けないですよ。S さんこんばんはでございます。演奏したことのない曲はなかったですけど、さすがに、シュウ君はそこまで鬼畜ではなかったですけど、久しぶりの曲が結構多いですね。回転寿司は30皿まで、まあね、30皿以上いくとね、なんかすごく無駄遣い贅沢しすぎな気がするのでね、まあ、腹8分目に抑えて、なんか散財してないっていう気分になるのが30皿。いい塩梅って感じですよね。すみません、ありがとうございます。なんかそうか、寿司会もちょっとね、ほんとしないとね、なんだろう、まあ、もう曲覚えなきゃいけないから外食なんかしてる余裕はないんだけども、ツアー前にちょっと寿司会やりたいよね。だからちょっとね、ついさん、坂下さんにもちょっと言って、無理やりでも今月中に一回行っておきたいんだけどな。ちょっとね、寿司が食いたい。私は寿司が食いたいよ。だってセブンイレブンは抹茶スイーツ、そう、なんか抹茶だらけだった今日、セブン行ったら。なんか、瀬戸り楽しみにしております。はい、楽しみにしてください。私が大変な思いをしている瀬戸りだと。はい。スターダストが聞きたい。ぜひ聞いてください。40年弾いて、本当もうね、40年、50年弾いてない曲を引っ張り出してきましたよ、今回。亀さんこんばんはでございます。セブンだと抹茶フェア中。そう、ほんと。パニックかドーナツを予想したけど、まだね、いろいろね。シーさんに弾きたい曲聞かれたみたいなさ、何にしたか、私の希望を言ってしまうとそれがセトルに入ってるので、バレてしまうから言えないですよ。ただ、なんだろう、
まあ、レア君もなんか聞かれてて、レア君にお前希望何にしたんだよって聞かれたんで、ああ僕はこの曲とこの曲をしたいですって言ったんですって言ったら、おなあ意外やんけって言われまして、すごくなんか、意外な選曲だったみたいですけど、まあ、久しぶりの曲で、ちょっと苦手意識がある曲を1曲、今の自分が弾いたらどうかなっていう意味合いも含めて、選んだのと、あとは、まあ、自分の好きな曲の中の一つを選んだんですけど、まあとりあえずね、まあいっぱい言ってもあれだから2曲だけこれとこれ弾きたいねっていうのでシュウ君に送ったんですけど、一応その2曲とも入ってましたね。ありがたいやら申し訳ないやら、言わなきゃよかったって思ったり、ただなんか、レア君が思うところによると私の選曲は意外だったみたいです。はい、そんな感じでございました。ごまさんこんばんはでございます。そんな感じなので、とりあえず、乾杯しましょう。今日はね、三ツ矢サイダーを買ってきたのにね、我慢できなかったですよ。なんだろうね。やっぱ湿度が上がって、部屋の温度がちょっとね、夜になってもあんま下がらないなと思ってさ、で暑いなと思ったらついつい冷たい三ツ矢サイダーに手が伸びてしまいまして、まあ、メロンソーダでしたね。メロンの味がしました。私の大好きな緑色の、安っぽいメロンの味が一つもしないメロンソーダとは違ってメロンの味がしました。どちらも好きですけど美味しかったです。ということで、もうスイーツを食べる前に乾杯をしましょう。大豪とライブお疲れ様でしたと、積みキャスお疲れ様でしたと、周記念、配信お疲れ様でしたと、はい、いうことで、乾杯でございます。もう冷めてる。いやー、よく冷えたラムネが飲みたい。ああ、わかる。ラムネね。でもね、ラムネって外で飲みたいんだよね。家で飲めないんだよな。なんか美味しくないというか、最近のって、瓶のラムネって今減ったっていうかあるのかな。自分が見るのってなんかもう瓶じゃなくなってるんだけど、ガラス瓶で、ビー玉が入ってってっていうラムネを、お祭りとかそういう感じで夏に外で飲みたい。なんかね、私の顔覚えてもらえましたか？こんな顔してますよ。覚えてください。私、これがガルネルスでベースを弾いてるタカでございます。覚えてくれましたでしょうか？はい、定期的にライブじゃない、試合見に行かせていただきますんで、今後ともよろしくお願いします。こんな顔してます。覚えてください。ね。この前フルガラスを苦労して復活させたって、ああ、そうなんですね。なんか、瓶の作る人がいないとか言ってダメになったとか言ってましたけど、ちょっと待って、足がしびれる。いやー、そうそう、延長されました。ありがとうございます。本当毎回延長コインいただきましてありがとうございます。皆様のおかげで配信ができております。はい、ちょっとお腹が空いたので食べていいですか？ねロストテクノロジーね、そうなんですよ。そうなんですよ。あの瓶を作るのにそんなに技術がっていうのが、でもね、あの瓶だからこそのなんか美味しさっていうか、だから、前も言いましたけど、三ツ矢サイダーの復刻版が出るときはぜひ瓶で出してほしいんですよ。そうじゃないとやっぱね、味っていうか全てが違う感じがする。
芝生に見えますが、抹茶パウダーでしょうね、これね。はい。なんだっけなんだったっけとろもちわらび、藤井抹茶、新発売でございます。めっちゃ抹茶って書いてあります。黒蜜ソースに抹茶ホイップが入ってるそうです。これ、半分に食うのっていうか、一口以外で食うの難しいよね。これ、中がね、中はこんななってます。イメージしてください。これ多分、噛みちぎるの難しそうなんだけど。いけるかな。ちょっとはしたいというか汚い絵面になりそうだけど。ちょっと待ってね。そう、汚い絵面になりそうな時は、消せばいいんですよ。あ、正雄さんこんばんはでございます。よいしょ。めっちゃ抹茶だ。ごめんね、汚くて。すげえ。とろですね、これ。なんか抹茶美味しいね。ごめんね、ちょっと、汚くしか食えないから消します。黒蜜ソースうまい。めっちゃ抹茶。これ売り切れてたの気になります。売り切れてたんですね。わらび餅とかが好きな方、あと抹茶が好きな方は、多分大変気に入ると思います。これはね、てか口が抹茶パウダーで真緑になっとる。本当にね、これを、美味しい。これは日本茶が合うな。コーヒーじゃなかったな。今更言ってもあれだけど。美味しい。これ、見つけたら皆さんぜひお試しあれ。このとろっとろのわらび餅と、抹茶ホイップもふんわりしてるし、でね、黒蜜ソースがいいアクセントですよ。牛皮だけエンドレスで食べるか。牛皮だけなの？ミカルさん、それ牛皮だけ食べるって、それは、エンドレスで食べるけど、味変とかしちゃダメなの？この前、ドラマティックなライブを見に行った後のベース会で、ハルさんとも言ってたんですけど、そのスイーツな会もしようよって言ってたんで、なんかね、スイーツパラダイスなり、どこぞの、プリンスホテルは常時やってるのかな。あと、大倉は今やってないのかな。なんかね、スイーツバイキングとかいろいろありますんで、怪しい連中で開催するどう見てもお前らは怪しいだろうっていう連中の、スイーツむさぼり会をしましょう。噛んだ時にこのがそこまで、飛び散らなかったです。ね、お餅がしっとりしてる分そこに吸着してて、ね、周りも全然汚れてないです。ただ唇はめっちゃ抹茶パウダーがついてました。拭いて分かったただね、なんかああいうトロットロのものをきれいに食べる方法が分からないので、
一口で食うにもね、こう持てないし、多分そのね、恋人の前では食べれないやつじゃないですかね、女性は特に。上品には食べづらいやつでしたね。ただ、美味しかったです。味変素材はみんなもちろんそれも面白いな。ね、いろいろ。ていうかね、意外とね、自分の周りにスイーツ好きな人が多くて、なんか助かってますよ。この前もね、その、ドラマチックライブの、ドラムスティックじゃないですよ、ドラマチックライブの後のベース会でも、中華居酒屋に行ったんですけど、ある程度ね、こう、食って飲んでしてったら、坂下さんがボソッと、そろそろデザートが食べたいって言い始めて、ああ、分かってるなっていうね。やっぱね、みんなね、締めの甘いものが欲しくなるっていう。ありがたいですよ。まあ私デザートとか甘いもの苦手なんで食べないですけどね。みんながいるから、みんなが食べるから、みんなに合わせて食べてるだけで、普段ね、全然甘いもの食べないですし、なんなら甘いもの苦手ですからね。これがなんだっけ。レアチーズエクレア、カシスソース入りということで、中身こんな感じになっております。カシスソースが入ってるみたいです。はい。どうなんでしょう。これもですね、この白いパウダーで、むせそうですが、これも綺麗には食べれないだろうな。ねえ。分かってるなってね。いや、それね、なんか、もう自分の気持ちを代弁してくれてるかのようなタイミングで坂下さんが、そろそろデザートが食べたいって言い始めたんでね、さすがだなと思ってね。で、ハルさんが今度スイーツ会もしましょうとかって言ってた時に、俺もそれ言いたかったんです、みたいな。みんなね、スイーツ好きでいいですね。いただきます。カシス、なんだっけ。ソース。そこまでカシスソースの主張が強くない。すみません、ありがとうございます。カシスソースの主張が強くないけど、なんだっけ。ヨーグルトホイップクリームとレアチーズホイップクリームが入ってるらしいんですよ。上と下でね。両方とも美味しい。これは。もうちょっと自分はチーズしててもよかったかな。なんか、3口に分けて食べるってもどかしいね。本当に。でもね、美味しい。この、ふわっと食感っていうのがまさしくですよ。いやー。これはコーヒーに合うね。うん。美味しい。いやこれがこういうのがね、食べれるならもう痩せなくてもいいやと思っちゃうんだけど、痩せないと衣装が入らないんですよ。だからね、ほんとちょっとね、マリコさんこんばんはでございます。遅刻じゃないですよ。全然遅刻じゃないですよ。ミュウさんこんばんはでございます。カレーを食べて、カレーを食べてる酔っ払いたちはほっといてですね、やはりチョコは外せないということで、チョコを買ってきました。先日ありがたいことにですね、ドラマティックライブを見に行った時に
チョコをいただいてしまったんですけどそれはそれ、これはこれでございます。はい。というかね、某アルトさんっていう方がねチョコをくれたんですけどね、なんかね、またね、こう、選ぶチョコのセンスが抜群っていうかねいや、このチョコは止まらなくなるだろうっていうのをね、選んでくるんですよ。これ、一旦避難します、ここに。それ、いや、食べちゃうでしょっていうチョコをくれるわけですよ。そりゃ痩せないよね。あんな美味しいもんくれたらさ。はい、生チョコサンドでございます。一応コーヒーって書いてあるので、コーヒーに合うと思います。こんな感じですね。読めるかな？説明がめんどくさいんで確認してください。いやー、いただきます。よくわかってないんだけど。マカダミアナッツソースまであるんだね。これはナッツアレルギーの人はちょっと残念だけど食べれない。コーヒークリームに生チョコレート、コーヒービスケットっていうのが入ってる。これはこぼれそうだな。ティッシュを用意させていただきます。いただきます。ティッシュを用意したのに、その用意した下に引いてたティッシュを避けて全て私の足に落ちるというね。ビスケット部分がポロポロしますけど、生チョコが美味しい。あんまコーヒー飲んでるせいかな、あんまりコーヒー感が感じられないけど美味しい。これは美味しいそう。これ売り切れてなかった。そうなんですね。美味しいっすよ。ここの部分クリームなんですけど、で生チョコでしょ。柔らかくてブニュってなるんだけど、このビスケット部分がいい食感で、ただビスケットがこぼれる。失礼。一応さ、配信だから大口で一口っていうのはね、できないなと思ってるんだけど、これは多分ね、一口でいった方がボロボロこぼれないでいいと思う。甘いもの食べたい。マリコさん食べましょうよ、それは。売り切れてるスイーツ買ってきますよ。皆さんのところで売り切れてるだけですよね。自分のところで売り切れてたら買えないからね。たまたま自分のところでは売り切れてなかっただけなので買えただけですよ。出てきました。ナッツのソース。これ別に普通にマカダミアナッツが入っててもよかったのに。コーヒークリームとコーヒービスケットが若干の苦味を出してるんですよ。なので変に甘ったるくはならないですね。苦めなコーヒーが、苦手じゃない方は美味しくいただけるんじゃないかと。ねっちゃビスケットがここに詰まってるっていうか残ってるので、すいません。
美味しい。甘いもの食べたけど、今からコンビニ行くのめんどい。じゃあコンビニに来てもらいましょう。ミルクたっぷりじゃないとダメだから。ちょっとね、苦味が、コーヒーの苦味とかが苦手な人は、美味しいかな。チョコレートとかの苦さ、そういうのが大丈夫であれば我慢できるかもしれないんだけど、すごく甘いんですよ。でも、しっかりちゃんとコーヒーの苦味っていうのが出てるから、コーヒー好きは多分全然余裕で食べれるような気がするけど、いや、美味しかった。ほろ苦い。ほろ苦い。ひとみさんも食べたことあるのかな。なんかいい感じですよね。コーヒー好きには多分たまらない苦さだと思う。ファンシーさんこんばんはです。遅くなってないです。スイーツを食べただけです。はい。いつも通り。今日はベースカメラあるんでしょうか。ベースカメラありますよ。ちゃんと用意してありますよ。用意はしてるけど、弾くかどうかは別ですけどね。待って。冬が終わって、春が来て、夏を迎える時期じゃないですか。その季節が変わってきてるなっていうのが、今日特に起きた時とかはもう雨だったからか、その湿度がね急に高くなったなっていうのを実感しまして、季節が変わってきてるなっていうのはね、もうここからですよ。いろいろ大変なのは、もうやっぱりベースを最初に持った時の違和感っていうかね、ネックを持った時、弦を弾いた時に、湿度上がってるなっていうのがわかるんですよ。でね、適度な湿気っていうのは楽器には必要なんですけど、この春から夏にかけてのこの湿度がどんどん上がっていく感じっていうのがね、あんまりやっぱり楽器によろしくないというかね、調整が大変なんですよね。もう、んださんの美味しい感想も聞けたら、ですね、ひとみさん的には、苦味は大丈夫だったってことですよね。ここまですごい苦いってわけではないと思うので、ゆかちゃんさんもぜひ一度お試しあれ。合わなかったらごめんなさい。湿気っていうのはね、なんだろう。結局ね、ちょっと待って、見えないや。木でできてるわけですよ。楽器ってのはね。楽器っていうか、私のベースは特にね、木じゃないベースもあるけど、木は、一応この状態でも、なんですかね、呼吸をしてると言われてるわけですよ。やっぱり、冬になると、木は乾燥するし、梅雨時になると、水分を含んで、なんか触った時に若干嫌な感じになるし、で、やっぱアメリカの西海岸にいた時もそうだったし、やっぱね、その国の気候で全然乾燥した地域に行くと、やっぱ木の具合っていうのは全然変わるんですよね。だからね、冬から春にかけてまでかな。真冬はちょっと乾燥しすぎなので、なんかちょっと木に悪いなっていうのもあるし、ほんと春先から春までがちょうどいいんですね、日本だと。こっからちょっとね、ジメジメしてくるとね、ちょっとね、なんか心の足がやっぱベースも重く感じるし、特に弦がね、湿気で、
ちょっとベタついちゃうんですよね。弾いてる時、その、朝っていうか、起きて、ベースをさあ弾こうってなった時に、最初に弾いたっていうか、触った弦の感覚が、ちょっとちょっと浮いてるなっていうかね、湿気でこれ、いい音出ないなっていう感じがするんですよ。で、何時間も弾いてると、いい感じに弦についた湿気が、多分自分の指が吸い込んでるんでしょうけどね、いい感じにこう乾燥してくれるので、鳴りは戻ってはくるんですけど、最初に弾いた時のなんか残念感がこれからの時期ちょっと嫌なんですよね。で、今日一応除湿機を一日中かけてましたからね。いろいろと。ケースに入れてないのは単純にすぐ弾けるようにです。ケースに入れてるやつは乾燥剤とかも入れてあって、まめな人は定期的に出して日干しとか、陰干しかとかしてるんでしょうけど、自分はもう入れっぱのやつは入れっぱなんですよね。で、普段、次のツアーで一応今回もこの2本をメインにする予定ではいるんですけど、もしかしたら青と黒をメインにするかもしれないんで、そろそろちょっと出そうかなと思ってますけど、基本的に、湿度管理ができてない部屋でずっと放置してるっていうのは良くないんですよ。でも思い立った時にパッとベースが触れて弾けるっていうのが一番いいと思ってるので、自分の環境的にね、いちいちしまってられないやっていうのがあるんですよね。めんどくさがり屋だからです。はい。もし、そこら辺繊細で気になるって方は、部屋の湿度管理、温度湿度管理を徹底するか、毎回ちゃんとケースにしまいましょう。それが、楽器にとって多分一番いいことだと思います。はい。本当にね、と思い立った時に手を伸ばせばベースが弾けるっていう環境が私は必要なんですよ。本当歯磨いてあとは寝るだけってなった時もふと気になって、ベースを触れるような環境、そういうのを雇わないとね、気になったまま寝れるのもね、あれだしね。そう MBM ね、一応常に募集はしてるんですけど、誰からも、需要がないのか全然連絡がないのでMBM やってるようでやってないですよ。全然やってないですよ。一応初心者から中級者向けに、レッスンベタまっておりますので、上手い人は来ないでください私困りますんで、もしあれでしたら、はい、レッスン受けに来てください。日本湿度が高いから管理が、そうなんですけど、でも結局ね、日本で製造された、楽器っていうのはもう日本の木材がずっと日本に置いてあるから、日本仕様になってるんで、そこまで悪くはないんですよね海外で買った楽器を、日本に持って帰ってくると、日本の気候に慣れるまでやっぱ1年以上はちょっとかかるかな。日本の気候を丸1年通して、ベースに馴染ませるっていうか、そうしないと、1年の中でネックの曲がり具合だったりとか、いろいろ不具合でいますね。ファクターを、アメリカで買って日本持って帰ってきた最初の年は結構大変でしたね。アメリカにいた時に考えられなかったぐらいネックがべっちょべちょになったりとか指板がなんか、これなんか汗かいてるよみたいな感じになったりとかね。なので、もうね、日本持って帰ってきてからもう何百年も経ってるから、
さすがにそういうことはなくなりましたけど、持って帰ってきた最初の年は本当大変でしたね。なんかもう、ドラマそういったブリティッシュドラマがどこで作られてるかな。なるほどね。ベースの弦が赤い弦の方。そうですね、ベースの弦、コーティング弦っていうのが、一時期いつぐらいからだろう、流行り出してというか、新しい技術では出てきて、私はコーティング弦ちょっと苦手なんで使ってないですけど、いろんな意味で、おしゃれができるようになりましたよね。特に自分が使ってる DR 弦、コーティング弦では有名ですけど、ネオンカラーで最初シリーズが出て、いろんな色、何色あったんだろう。ボディカラーに合わせる人もいれば、バンドカラー、自分のイメージカラーに合わせて使ってる人もいましたしね。自分はちょっと合わないかなとは思うけど、ありはありだと思いますね。だけど、ビオラ奏者だと川崎先生も羽垣するのと楽器を弾くのは同じ感覚が。そうですね。なんだろうな。少なくとも、音を出すっていうか、ちゃんと練習するときは、レコーディングとかしないときっていうのは、マルチエフェクターにつないで、ヘッドフォンで練習してるんですよ。で、レコーディングとかするときは、パソコンが立ち上がってないといけない状態で、音楽ソフトを介して、ベースからインターフェースっていう機械を通してパソコンにつないで、パソコンのソフト上で音を鳴らして、ヘッドフォンで聞いてっていう手間があるんですけど、でも、ちょっとした確認をしたいとき、別に音を別に鳴らさなくてもいい、生音でいいやっていうときは、やっぱりすぐベースを触れて弾ける状態にしておきたいっていうのがあるので、こんな状態なんですけど、日常の一部というか、家にいるときはベースしか弾いてないことが多いですからね。結構あれなんですよ。今日は何時から何時まで練習して、そこからあとはあれをしてこれをしてって一応予定は立てるんだけど、練習始めるとうまくいかなかったりして、気になるところが新たに出たりとか、予定通りいかないんですよね。で、結局、もうちょっとあれを、最後にあれだけ確認したら終わろう。もうこんな時間だからやめなきゃ。でもちょっとここだけまでやりたいっていうのをいろいろとやってると、結局家のこと何もできなくなったりするっていうね。なので一応、私は起きてから先に家のことをやって、他の用事を済まして、ベースをやるようにしてるんですよ。でそういう風にやってると飯を食うのがどんどん遅くなったり、寝る時間が遅くなったりでね、本当にね、だけど木曜寝たのって朝8時かなんかでしたからね。なんか、別に朝8時まで弾いてたわけじゃないんですよ。練習をずっとしてて、気づいたら日付が変わってて、でもまだ練習終わらないしと思って、一応一通り練習を終えて、そっから今日筋トレしなきゃっていうので筋トレストレッチして飯食って食後、やっと落ち着いてよって、YouTube 見始めたら2時間ぐらいがあっという間に解けて、気づいたら朝8時だったっていうね。ダメですな。本当にね。この一人暮らしっていうのは自分の好きなだけベースが弾ける環境でありがたいのはありがたいんだけど、歯止めが効かなくなってしまうことが多いので、それはちょっとね、本当気をつけなきゃなと思いますね。本当にね。
ちょっと自制しないとね。今回のツアーで足元の使いになる機材は決まったんですが、決まったんですか？もう何も。私はいつも一つしか使ってないので、毎回同じですよ。なんていうんですか？エフェクターはいつも、ラディアルのプリアンプ一つのみでございます。そう。すみません、ありがとうございます。ちょっとすみません、お腹空いたんでいいですか？今日のスイーツはこちらの2つでございます。ツアー前ということで、数量を減らしてみました。今日のスイーツはセブンイレブンでゲットしてきましたよ。なんか、前も食ったかもしたと思うけど、カスタードプリンと、今回は、増量中。右手が増量中だから、買うスイーツも、増量してクリーム増量で、なんかさ、これで増量って言われてもって感じなんだけど、1.5 倍だから仕方ないのか。ちょっとね、もっと増量しててもよかったんだよって感じはします。こういうのをね、普段なら舐めとるわけですけど、はしたないからね、そういうことはできないですから、ちゃんとスプーンでこそぎます。このクリーム自体はそんなに軽くないクリーム。いただきます。今日まだ何も食べてないんでお腹空いちゃって。クリームが増量しただけで前に食ったのと同じだ。味は同じだもんね。美味しゅうございますな。相変わらず。シフォンケーキがふわふわで、クリームもふわふわで、もう空気食べてるようなもんですよね。美味しゅうございます。一度ママの時、りょうくんから分金庫とエフェクターもらったんですが、ギターとベースのは。ギターのと、どっちでも使えるっちゃ使えるんですけど、やっぱり、ギターのものはギターの周波数帯に絞って作られていることが多いので、いいね、この固めのプリン。前も言ったかもしれないけど、美味しい。エフェクターは基本的に、どちらでも使えると思います。私が練習用で使っているマルチエフェクターはギター用です。しみる。個人的な感想ですけど、特にマルチエフェクターっていうのはその一つに何個もいろんなエフェクト機能がついてるやつなんですけど、そのマルチエフェクターは自分の好みっていうか感覚だと、ベース用マルチエフェクターを使うよりもギター用マルチエフェクターを使った方が、自分の好みの音になりやすいっていう認識っていうか感覚が昔からあってですね、初めてマルチエフェクターを買ったのはボスのベース用だったんですよ。で、
あの時何個入ってたんだっけな。6つか8つ入ってるやつで、まあ、いわゆるベーシストにとっては基本的な必要なエフェクトが全部入ってますよってやつだったんですけど、どうもね、自分には合わなかったんですよね。で、うちの兄がギターを弾いてて、兄が買ったズームっていうメーカーの、ギター用マルチエフェクターで、それに入ってるプリセットで入ってたベースの音、なんだろうな、まあそれは、まあ、ギターベースどっちもできたからっていうのもあるんだろうけど、プリセットで入ったベース音がすごく自分の好みで、それ以来、兄からそのマルチエフェクターをもらってずっと使わせてもらってて、ベースのマルチより全然いいじゃんって思ってね。で、それが壊れた後、結局、ベースマルチを使わず、違うメーカーのギターマルチを使ってたり、その後も、現在使ってるやつもそうなんですけど、これ今ボスの昔のギターマルチを使ってますけど、やっぱりね、自分の好み的には、ベースマルチよりもギターマルチの方が使いやすい。いい音っていうか、自分の望む音がする気はします。なんだろうね、そのベースマルチっていうかね、ベース用だと、いわゆるベーシストが好む音作りになってるんですよ。で、まあ機能的にもね、ベーシストが必要だろうっていうエフェクターがいっぱい入ってるんですけど、私そういうの一切使わないから、あんまいらないんですよ。で、ギターマルチに入ってるプリセットと、ベースマルチに入ってるプリセットで比べると、ベースマルチに入ってるプリセットの音っていうのが、ベーシストが好きそうな音が入ってるんですよ。ああ、わかる。こういうセッティングわかるっていうね。でも、自分の感覚です。あくまで私の意見論評ですよ。個人的な感想ですけど、単体で聴いてる分にはすごくいい音なんですよ。で、家の環境で、特にヘッドフォンで聴いてる分にはすごくいい音なんですよ。でもそれを、まあ、お家のスピーカーとか、スタジオででっかいキャビとかで鳴らした時に、全然いい音になってないんですよね。抜けが悪いというかね。だからね、でも想定が違うんでしょうね。でもギターマルチが入ってるプリセットの音って、自分の感覚的にはなんかギタリストが求めるベースの音をプリセットしてるんじゃないかなっていう感じなんですよ。だからベーシストが単体でこう聞いた時に物足りなさを感じるかもしれないけど、家でヘッドフォンで聞いててもスタジオリハーサルとかでやってる音色に似てくる、エアーで聞いてる感じがするんですよ。トゥーマッチじゃないというか、いい意味でちょっと痩せてる感じ。結局そのギターマルチのプリセットでスタジオで大音量で鳴らせばいい音ではないんですけど、家のね練習環境でやるとギターマルチの方がスッキリしてていいっていう。本当に単体で弾いてる分にはいいんですよ。でもなんかCD とかオケに合わせていざ弾くってなるとめちゃめちゃ埋もれて抜けが悪くなるんですよね。だから、プリセットじゃなくてね、自分の好みに変えればいいんでしょうけど、でも入ってるエフェクターの特性がもともとなんかそういうベーシストが好きな感じなんだけど、バンドにとかオケに合わせたら抜けない感じ。
あくまで個人的な意見ですよ。でも、ギターマルチに入ってるやつは、なんだろうね、ギタリスト目線で考えてるのか、オケとか、なんかギターとかと一緒に弾いても、まあ多分ギターを邪魔しないプリセットなんだろうね。余計な音域が出てないというか、イメージですよ。そんな気がするので、なんかね、ベースマルチよりもギターマルチを使っちゃうんですけど、まあ、実際、エフェクターにギター用、ベース用とあるように、本来、ギター用はギターに、ベース用はベース用にって使うのが正しいんでしょうけど、好みの問題なので、ギター用をベースに使っても大丈夫です。ベース用をギターに使っても大丈夫です。合う合わないは機種や種類によって違いますけど、基本は大丈夫です。リュウ君のエフェクターを見たことありますか？リュウ君が、何個か私の用にエフェクターを作ってくれてますよ。過去に。実際ツアーでも使いました。なんか、やっぱね、プレイヤー、バリバリの現役プレイヤーが作るエフェクターだから、いろいろやっぱね、分かってるんですよね。必要なものが。まあ、なんだろうね、一応こっちの要望も聞いてくれて、それを目指してシュウ君が作ってくれるっていう感じなんですけど、まあ言うても、基本私、あんまり何も入れない人だからな。ツアーで使ったけど、一回使ったけど、そっからは使ってないかな。ほんと好みの問題なんですけどね。シュウ君が私のベースを弾いて、シュウ君のエフェクターをかけて、こんな感じでって説明してくれたときに、ああ、なるほど、確かにすごくいいねっていうのはあったんですよ。でも、まあ、シュウ君ね、ピックでベースを弾くわけだし、シュウ君の好きな音作りで、エフェクターをいじるわけですよね。で、自分が弾くと指だし、自分がこう思う、エフェクトの効果をやっていくと、もう本当にうっすらとしか書けないくらいになってしまうので、なんだろうね、まあ、シュウ君が、プリセットしてくれたやつが、レベルが8ぐらいに設定してたとしたら、私の好みにいじってると、私 0.5 とかなってたり、失礼、本当なんかね、別に繋がなくてもいいんじゃないっていうぐらい減らしちゃうから、ね、結局、ツアーを通してやって、スタッフとも相談して、別になくてもいいねっていうので使わなくなったりね。いやー、美味しい。なんか、飲めるプリンってやっぱ美味しいね。この、エフェクター、まあ自分がその不器用で、エフェクターを使いこなせてないっていうのもあるんですけど、ちょっとゴミを片付けます。なんて言うんでしょうね。自分の考え的には、まあ指弾きの人だったら、右手でピッキングする、その右手がしっかり弦をちゃんと弾いてない、音を出してないと、いくらいいエフェクターをつないでもいい音にはならんだろうと。弾き手がちゃんとベースのポテンシャルを最大限に引き出してあげて、
いい音出してないと、どんなエフェクターかまそうが、悪い音にしかならんのだよと。だから自分としてはね、エフェクターよりもまず、ね、なんか抜けが悪いとかパンチがないアクセントがないっていうんだったら、抜けのいい音が鳴らせるようにアクセントがしっかりした、パキッとした音が鳴らせるように右手を鍛えればいいんじゃないかっていう発想になっちゃうんですよね。別に機械音痴だからそれなんか逃げてるわけじゃないんですけど、いろんなね、そのスタッフにもエフェクターのセッティングを任して音作りをしてもらったりするんですけど、でもあんまりね、いい効果は得られてないんですよね。音は確かに変わるけど、抜けは良くなったけど、なんか細くなったよねとか、頼りなくなったよねとか、バンドで演奏してて混ざりはいいけど、単体で弾いた時に頼りないなとか、しょぼいなって感じてしまうと、なんか自分が、今のプリアンプ1個で弾いてる音を、アタック感をもうちょっと出せるように右手のピッキングを工夫した方が太いままで抜けが良くなるんじゃないかっていう風に思ってしまうので、あんまりねエフェクターに関しては必要を感じないんですよね。だからなんて言うんでしょうね、その本当考え方人それぞれだから、で欲しい音って違うんですよね。歪みが単純にね欲しいって人は歪みがやっぱりエフェクターじゃないと出せないから必要になってくるし、でスラップするにしても何にするにしてもコンプとかリミッターとかでこうギュッと押さえた感がある気持ちいいんだっていう人はそういうのを使わなきゃいけないしっていうね。求めるものによって違うんでしょうけど、自分もそのいろんな種類のエフェクターを使ってつないでいろいろやってみたけど、どうも全部が好きになれなかったんですよね。スラップにしても音色的に分かるんですよ。コンプとか強めにかけたスラップの音とか、確かに、いろんな人がやってるかっこいいスラップの音だってなるんですけど、なんかそれを得るために犠牲にするものが多いんですよね。なので別にいらないかなと思っちゃうし、歪みもそうなんですよね。なんかすごく低い音域に、オーバードライブなりディストーションなりをかますと、単純に音が潰れて何やってるか分かんなくなってしまうっていうのがあって、でその先輩方とかその歪ませてる人たちの音作りをいろいろ見てると、やっぱりその歪みがうまく乗るような元の音、歪ませる前の音を歪み用にやっぱりちょっと細めにしてたりとか、歪みがうまく乗るような音色にしてたりするんですよ。で自分からするとそれ用の音色っていうか歪み用の音色っていうのが好きな音じゃないからいらないなと思って、できれば自分の今の音色に綺麗に乗る歪みがあったら欲しいっていうので、いろいろ相談して柊君が2個か3個ほど作ってくれたんですよね。実際すごく綺麗に乗るんですけど、でも、自分が欲しい歪みってそこまで歪んでなくてもいいんですよ。なんだろうな、バンドとして欲しい歪みの量と自分が欲しい歪みの量が全然違うからあれなんですけど、自分としては、演奏中に自分のラインがちゃんとはっきり聞こえてほしいからあんまり歪ませてほしくないんですよね。でも同時にその音抜けだったり輪郭をはっきりさせたい、その他の楽器が鳴ってる時に、ちゃんと存在感を出すっていう意味ではちょっと歪んでた方がいいんですよね、やっぱりね。そこら辺で、うまい具合に自分が欲しいものがない。多分シュウ君が作ってくれたエフェクターも自分がピック弾きで弾いてたらめちゃめちゃ重宝してたと思うんですよね。そう考えると
指でそのピックの弾きのニュアンスを自分が出せたら、そのシュークエフェクターもなんかもっと活躍できるんだろうなっていう思いもあるんですよ。でもそれができたらエフェクターがなくても抜ける音になってんじゃねっていうのもあるんですよね。なので、あんまり、それを目指して右手を鍛えてるからっていうのもあるけど、エフェクターも使ってないんですよね。いろいろあるんですよ。まあ言ってみたら私の完全にエゴですよ。使わないとかはね。ベースをピック引きするのは結構珍しい。そうですね。もうガラ入ってから基本的には、ライブではバッシュアウトぐらいかな。昔ピックで弾いてくれって言われて弾いたのは。練習前に腕立てとかはしないです。何もそんなことはしないです。そんな、今から何時間も疲れる演奏をしなきゃいけないのに、わざわざ筋トレとかはしないですよ。ピック引きと指で弾くのどっちが楽？人にはいるでしょうけど、自分はもう指弾きが慣れてるので、指の方が楽ですね。で、もう、使う筋肉とかが、角度がね、動かす角度が変わってくるので、坂下さんみたいに常に両方ちゃんと弾けるようにしてる器用な上手い人は別ですけど、自分みたいに不器用な人間っていうのはどっちか一方になってしまうんですよ。で、長年指弾きばっかりやってたから、もうピックの弾き方、筋肉の使い方、関節の動かし方とかっていうのが身についてないから、もうピック弾きしてしまうとめちゃめちゃ疲れるし、すぐ手がパンパンになって大変なんで、まだ体の使い方がある程度分かって指弾きの方が楽ですね。ビブラートがかけすぎると芯になる音に音色にならない。それね、歪み、歪ませてるわけですから言ってみたら、ノイズみたいなもんじゃないですか。だから、特に速いフレーズとかになると、わーっていう音になってしまう感じですね。ギターとかで、基本メタルだったら歪まされてね、ギャーって言ってる歪みの音で、速いフレーズ弾いても結構ちゃんと聞こえてるじゃないかって、なるとは思うんですけど、弾いてる弦の太さが違うんでね、あと音域が低いんで、だから、同じ、ギターでも歪んでても、ソロ用の音色で結構ね、ギタリストの方変えてるからあれだけど、いわゆる、歌中で弾いてるバッキングの音をそのままソロで弾くと、多分、普通に聴いてる方は歪みが足りないと思うぐらいすっきり感じてしまうと思うんですよ。それぐらいやっぱ低音と高音でのその歪みの乗り方、聞こえ方って違うんですね。で、言ってみたら、オクターブさらに下がってるベース、しかも弦が太いわけですよ。そんな、もう最初からモコッとした太い音が出てるところに歪みを入れると、音的にはどうしてもやっぱり潰れるというか、輪郭ははっきりしなくなりますよね。ただいろいろね、今のメタルみたいなジャンルの中で、そうやって歪ませてるベースをやると、何もかけてないやつよりは音圧も稼げるし、で、歪みによる、その高音域とか、そういうのが強調されるので、余計も良くなるしっていう感じですよね。人それぞれなんで、その好みがあるから何とも言えないですけど、私は、いらない派でございます。はい。ちょっと、指が太いのがバレちゃう。いろいろありますが、はい、大変です。機械音痴だからって、ね、逃げてるわけじゃないんですよ。いろいろ自分なりに、いろんな人と相談して、いろいろ音作りをしてもらって、やっぱりいらねえなって思った感じでございます。はい。
ただ、ね、そのエフェクターを使っていろいろ変えてらっしゃる方、歪ませてる方を否定してるわけじゃないですよ。あくまでも私は自分が弾くときにそういう音は入れない、っていう、バンドで演奏してても、そういう音だと気持ちよく弾けないってだけなんで、なんだろうな。別になんかその、自分以外のベーシストの人全員、すべてのベーシストが全員歪ませてても、多分自分を歪ませないだろうし、で、その歪んでるベーシストに聞きしたからといって否定はしないですよ。普通にいい音だなって思うし、ただ自分が弾くとなると違うっていうね。まあ、好みの問題ですからね。だからまあ、自分以外の人が、ガルをやったとして、歪ませたり、いろいろエフェクターをかましたら、今よりもよりいいバランスになるかもしれないですよ、それはね。ただ自分がガルのベーシストである以上は、こういう人間なんでこういう音で弾きますよと。ただ、なんだろうな。私もそこまで横暴ではないので、出音に関して、ライブだとお客さんに向いてるスピーカーですね。その外音に関しては、メンバーなりプロデューサーなり PA さんの意向に 100% 従ってます。私は一切要望は出してないんですよ。音のバランスとか音色とか、プロデューサーとかスタッフ、PA やってるスタッフとかが、客観的に見聞きして、ベストな音色を音のバランスにしてくれてるんで、ここに自分の意見を入れてしまうと、それが達成できないわけですよね。だから一切自分は関わってないです。もう最初のガル入った最初の1回目2回目ぐらいのツアーの時は外音気にしてましたけど、自分はでもちょっと違うなっていうのを気づいたので、それは自分のエゴというかわがまますぎるなと。お客さんは見に来てくれる人がベースだけを聴きに来てるわけじゃないと。バンドの演奏を聴きに来てるわけだから、バンドの楽曲が一番よく聞こえる状態にやっぱり、あらかじめセッティングしてお届けしたいじゃないですか。そのために自分の外音が自分の好みじゃない音になっても、それをすることで、見に来てくれた、ライブを見に来てくれた人がちゃんと曲が聴けて満足できる状態になるんだったら、それでいいかなというふうに変わりましたね、考え方は。だから中音、自分がね、弾いてて、アンプから鳴ってる音、背中から自分に来る音っていうのは、結構自分の意見を反映してます。だから元の音は PA さんに送る用の音が必要だから、そこはスタッフと相談してこういう音にしましょうっていうふうに基本の音はそこでやってるんで、100% 自分の好みではないにしても、ちゃんと下地があるわけですよ。バンドにも合う。で、自分の好みにもある程度合う。いわゆる折衷案がそこで足元でできてるわけです。で、足元の音をそのまま PA に送って、PA さんがうまいこと料理してくれて、外音を完璧にしてくれる。で、その足元から自分の、ベースアンプ、キャビネットから出す音ですね。その音は、もうそのベースとなる下地を中心に、自分が好きな音にちょっといじって、演奏中アンプから聞こえてくる音がある程度自分の好みの音になるようにしてますね。会場の大きさとか特性によって、それだと周りの、他のメンバーの音を邪魔しすぎてしまうときは、
その後ろで鳴ってるという音も、結構なんだろう、周りに影響を及ぼさない程度にいろいろ好みじゃない音にしてますね。そうしないとベースの変に出る低音で、例えば結城さんが聞こえなくなっちゃうとか、シュウ君が自分のギターが聞こえなくなっちゃうとか、ベースの低音のせいで結城さんの音がシュウ君に届きづらいとかね、あと小野さんが単純に俺の低音のせいで音程が取りづらいとかってなるのを防ぐために、箱によってはアンプから出る音も調整しますけど、基本は、ジェロさんとかスタッフの方がみんなある程度自分の好みになるようにしてくれてます。そこは、ライブ中自分が気持ちよく弾けるように配慮してくれてますね。ファクターの時と違って ESP のベースはそこまでローが出ないから、そんなに苦労はしてないですけど、ファクターの時はね、箱によっては本当にベースのローが溜まってどうしようもない時であったので、そういう時は結構アンプからの音もいわゆるもう本当に低音をがっつり削って抜け重視にしてたっていう時もありましたね。そこら辺はね、その自分のエゴをどこまで通すかっていうところになってくるんですけど、自分としてはあんまり自分の都合を言わないようにしてるかな。ガルネリウスっていう楽曲ライブで何をまず一番に聴かせたいか見せたいかってなった時に、小野さんのハイトーン、ゆうくんのギターがあって、ゆきさんの綺麗な旋律があって、レアくんの激しいドラムがあって、いろいろ考えてると、ベースは別にそんなに自分の中で前に出て自分の好きな音を出しますって、これを聴いてくださいっていう風に主張しなくていいかなと思っちゃうんですよね。なんなら別に聞こえてなくてもいいぐらいなので、あんまりね、そういうのこだわらなくなりましたね。なんか、一番よく小野さんが気持ちよく歌えて、でその気持ちいい歌がちゃんと客席まで気持ちよく届く音色にしたいっていう風にはしてますね。ただ、いびきの音が低音ズンズンズンでる感じはなく、チョップ的なダンダンってアタック強めの音になってる。それはですね、私の右手のアタックがね、強いからです。ほんとバカみたいに強いからです。はい。それはもう昔、ガルに入る前はさらに強かったんですけど、本当にね、ガルに入る前とか特にMI に通ってた頃とかはまだハードロックメタルを指で弾くベーシストってほとんどいなかったんですよ。でどこ行ってもメタルやってるって言うと、ピックで弾かないの？なんで指なの？ってすごく言われる時代だったんですよ。で自分としてはもう指の方が好きだったし、指で出す音が好きだったんで、じゃあピックのニュアンスを指で出せばいいんだろうってことで、とにかくアタックを強くしたくてめちゃめちゃ強く弾いてたんですよ。だからね、その当時 MI に通ってたギタリストの子にも言われましたけど、私の音作りもドンシャリだったし、なんかスラップでずっと弾いてるみたいなベースの音がするってずっと言われてたんですけど、でもそれを本当に意識するぐらい、ピックのアタックに負けないぐらいの強さで弾いてましたから、今はね、だいぶ、ガルの曲を弾くためにはそんなんじゃ弾けないから、だいぶアタック弱くしてますけど、それでも普通の人よりは多分アタックは強いんじゃないかな。抽選で中音体験ツアー。そうですね。もしなんかね、そういうなんかVIP チケットかなんかで、リハ見学とかそういうのがあればね、音に関する考え方、とても素敵で、ありがとうございます、ハルさん。そんな、
そう、ハルさんはね、ライブ中もそうなんですけど、なんだろう、見てて、なんかね、すごくね、不思議な方なんですよ。ミュージシャンであり、すごく俯瞰でステージを見てる感じがして、なんか総監督でもあり、プレイヤーでもありみたいな、なんかね、そういう冷静さもあってね、なんか音に対するっていうか、音楽に対する考え方がすごくシビアなイメージなので、そう言っていただけると私はすごく嬉しいでございます。まあでもね、ガル入った最初の頃はやっぱりね、自分がっていう思いはあったんですよ。でも、ライブの回数を重ねていくと、そうじゃないなってやっぱ思うんですよね。なんか、いや自分を聴かせるんじゃなく、曲を聴かせたい。いや、小野さんのハイトーンを聞きに来てる人に、なんか、小野さんが気持ちよく歌えない環境を作ってどうすんだとよとかね、そういう風に思うようになってからは、弟に関してはやっぱ自分の顔を出しすぎちゃいかんなっていう。まあ、スタッフもガルについてから長いから、メンバーそれぞれの好みとか、ああしたいっていう目指すものをだいぶ理解してくれてるので、いい感じにね、自分がふてくされないような音にはしてくれてるんですよ。で、みんなそれぞれ、やっぱ今自分が入ったのも15年だけど、その15年の中で、それぞれやっぱみんな音に対する考え方も変わってたり、セッティングが変わってるので、だいぶね、本当に皆さんにいい音楽、いいものを届けたいっていう気持ちで同じ方向を向いてると思うんですよね。多分ですけど。なんだろう、他のメンバーから言わせたら、その言う割にはお前の音あれなんだよって言われそうだけど、一応意識的にはね、ちゃんと、はい、自分の顔をあんまり通さないように、ちゃんとね、楽曲としてちゃんと、綺麗にいいバランスで取れるような音にはしてるつもりですよ。出演者インフルスイベントとか、なんかね、そうですね、リハを見に来てもらってる高木くんとかね、再生画の勝木くんとか、そういう方々にはみんなに自分のベースを弾いてもらったりしてるんですけどね、周りのね、いわゆる、他の方々が、まあ私のベースすごく多分、一般的には弾きにくいベースだと思うんですよ。自分のこだわりがいっぱい詰まっちゃってるから。まあ、でもね、なんかそういうイベントがあったら面白いかもしれないですね。見た目通り弾きにくいベースですとかこんな感じねみたいな、分かっていただけるとまあ面白いかもしれないですけどね。ベースの方のベースはどのように感じました？ゆうとくんはね、私すごくね、なんだろうね、当時いろいろね、まあ私純一さんが加入して以来ガルニリスはずっと聞いてるのであれですけど、当時ゆうとくんが現レダくんレダくんが入った時、やっぱ賛否両論ありましたよね。ベーシストっぽくないからっていうので、やっぱりね、ゆうとくん否定派の人の意見って、そのベースの音が、軽い、細いとか、ベースラインがベーシストっぽくないとかっていろいろ言われたりしてたのを耳にしてたんですけど、私的には全く逆な考えで、ギタリストだからできるベースラインだったりベースプレイだったりっていうのがすごく新鮮だったんですよね。ギタリストのように弾くベーシストじゃなくて、ギタリストだからできるベース、ギタリストが弾くベースっていうのがガルにはすごく合ってたと思うんですよね。まあ、ステージングもそうですけど、ベースをギターのように奏でるんじゃなくてなんですかね、
もう本当にベースをギターとして弾いてる感じがしましたからね。音作りにしてもやっぱりちゃんと、さすがギタリストだなって思うぐらい抜けを重視した音だったし、弾き方も、ギターのピッキングに似てて、それはそうか革新的画期的というか、他に誰も真似できないというか、なんかね、そのベーシストがギタリストに弾いてるっていうんだと全く違うんですよね。だからそこはすごく好きでしたね。なんか、こういう人が出てきたらもう、ベーシストはかなわないなって思ってましたからね。だからね、まあ本当、いわゆるベースって感じの人が好きな人にはゆうとくんは受け入れられなかったかもしれないけど、自分としては、まあ全く新しい感じがして、いいなって思いましたね。まあね、好みだからあれなんですけど。だから、なんだろうね。真似できないって感じがするんだ。だから、似た感じで言うと、イリュージョンフォースでしたっけ？オリーさん、ね、もともとギタリストで、ベースもピックで弾いてて、もうギタリストのようにベースもスイープしたりいろいろやってるんですけど、まさしくああいう感じですよね。それがよりギタリストだったのが、ゆうとくん、レタくんですね。だから、もうああいう風にやられたら、ベーシストは太刀打ちできないし、真似できない。ギタリストだからできる奏法っていうか、音もフレージングも、ギタリストだからこそいろいろ分かってる感じがして、自分はもう、ただ単に本当圧倒されてましたけどね、なんでみんな嫌がるんだろうっていうかね、分かるんですよ、そのベーシストっぽくない、ベースっぽくないっていうのは分かるんだけど、これはこれですごいことじゃないかっていうのは当時から思ってましたね。まあね、なんか、ベース的な、本当にいわゆる本来のベース的な役割を求めちゃうと、当時のゆうとくんのプレイっていうのは全くそことは違うものだったでしょうけど、なんだろうな。まあ、ギタリストが2人いて、ツインギターではなく、片方のギタリストがオクターブ下の楽器を弾いてるっていう感じ。それで、まあ、ガルとしても面白かったなと思うし、ガルはそのいわゆる自分みたいなベーシストタイプと、ゆうとくんみたいなギタリストタイプ、ついさんとか、自分みたいなベーシストタイプと、レダ君のギタリストタイプっていうのは両方が合う楽曲だとは思うので、それはそれでどっちでもいいと思うんですが、あとは好みですよね。なんだろうね。自分の勝手な感覚だと、いわゆるビリー・シーンタイプのベーシストがギターのように弾いてるタイプのベーシストはガルには合わないかなとは思ったりするんですよね。それはちょっとなんかトゥーマッチな感じがする。全く本当に、サイドギターじゃないけどツインギターの片割れみたいな感じの人がベースを弾いてるっていうんだったら合うかもしれないけど、なんか、ギターと張り合うかのごとくベーシストがギターのように弾いてますっていうのはガルには合わないなとは思うし、まあ、そこら辺もまあ完全にね好みの問題ですけど、そんなこんなで、語ってたらこんな時間になってしまいましたね。特に聞こえの中で、シャイニングモーメント、どうなんでしょうね。基本的にそこのベースラインはとても好きでした。ね、本当すごく上手いベーシストの大御所の方が、やっぱりベースラインが面白いって言ってましたね。コードをよく分かってるギタリストじゃないと、このベースラインは作れないっていうので、普通のベーシストが思いつくラインじゃないから面白いって言ってて、
だから自分はそんなコード詳しくないからあれですけど、なんか、新しく自分がこう感じてたのはこういうことだったんだっていうのが、すみません、ありがとうございます。なんか、そういうのは思いましたね、当時。いわゆる武器のベースラインはガルに背負わない気がします。なんかいろいろね、ただ特に最近の曲だと、自分もともと8部でうねうね動くラインが好きなんですけど、そういうのはここ何作かの CD であんまりやってないんですけど、入った自分が加入した当初の楽曲に比べて、ここ何作かのガルの楽曲は、なんか自分がベースラインで遊ぶよりも、やっぱりルートでちゃんと刻んでた方が、曲が生きるというか、無駄なことはしない方が、曲の良さが伝わるなって思うのが多いから、特に最近はあんまり動いてないんですけど、結構ね、加入当初何年かは、ベースが動いても大丈夫そうな余地があったというかね、自分もそういうのが好きだから、ここで動きたいなと思っていろいろ動いてたりしたんですよ。やっぱり自分は当時の90年代の V 系のベースラインとかが特に好きだったから、結構なんかね、それに影響されてたラインを弾いてたんですけど、今はルートでずっとステイしたまま刻んでる方がガルの楽曲には合ってる気もするし、ただ今後ガルの曲調がどうなるかにもって変わってくるとは思うんですけど、ここ2、3作は特にそうですね、あまり動かないようにした方がすっきりしてていいなとは思ってますね。そういう意味では、ベースラインが主張激しめな、いわゆる V 系なベースラインっていうのはガルには合わないかもしれないですね。考え方次第っていうか好みもあるんでしょうけどね、上手い人がやれば、上手い具合にどんなベースラインでも大丈夫なんでしょうけど、でも、なんだろうな、いろいろね、ギターとかキーボードはだいぶ、なんだろうな、いろんなものをこう、音数が多くて音圧がすごいから、いろいろ補ってくれてるので、自分があえてベースラインで動いてリズムで遊んだりとかうねりをそこで出したりしなくてもちゃんと曲が成立するし、むしろそっちの方がスッキリしてていいなって思うのが増えたかな。新アルバムはレア君曲作るのかな、どうでしょうね。それはもうレア君の頑張り次第と、いいものができれば、中君なりプロデューサーがええやんけ、レアええやんけ、やるやんけっていうので入れてくれるかもしれないし、ね、そこはもう、才能あふれるレア君にお任せしたいと思いますね。だから、野球生タカさんがレア君曲書いたりによって疑って喜んでました。喜んでましたって、なんか本人に言った時はなんか、どうなんでしょうね。なんか、ゆくゆくは、みたいな感じで謙遜してましたけど、どうなんでしょうね。虎視眈々と狙ってるんじゃないでしょうか。新作のゆうきさん曲、ゆうきさんもね、名曲しか作らない人ですから、名曲、聴く分には名曲、弾く分には鬼畜な曲、どうなることやら。そんな感じで、今日もこんな時間になってしまいました。用意してましたが、出番はなさそうですね。残念。もう、11時ですよ。もう言うて、来月頭すぐ2日からかな、スタジオリハーサルが始まってしまいますので、
まあ今月は、まあ2回一応やってたから、配信次いつになるかだね。ツアー前にやれればやりたい。ちょっと待ってね。いつもの美ら海カレンダーでございます。これ5月ね。5月ね。6月はちなみにこんな感じ。星空の写真でございます。2日リハでしょ。まあ7日リハ入ってないから、やれるっちゃやれるんだけどね。ただそんな余裕があるかなんですよ。8日9日がゲネリハなんで、そんな配信してる余裕がないかもしれないんですけど、まあ、もしね、余裕があれば、7日にツアー前直前ということでやりますけど、あとあれだもんね、14日は福岡と広島前でしょ。21日は新潟でしょ。新潟ライブでしょ。28、埼玉終わり翌日にできればいいなぐらいですかね。まあでもね、埼玉ライブ終わって帰ってくるのが、埼玉の関所を越えて、帰ってこなきゃいけないから、2、3日かかるかもしれないから、28日の配信は間に合わないかもしれないね。でもね、ちょっとね、6月1回でもやっとかないとね、だって、僕は広島、長野、新潟、埼玉の公演分を1回の配信で紹介できないでしょ。だからね、一応、まあでも、やれるとしたら7日、7日は無理かな。リハだもんな。来週リハの前だから配信の余裕はないかもな。まあ、もしできるんであれば平日どこかでやるかもしれないですね。サクッとサクッとやるかもしれない。土曜日配信ができるのは多分6月は28日ぐらいかな。どこかで平日、配信するかもしれないですけど、はい、そんな感じですね。やっぱツアー始まっちゃうと、余裕がなくなってくるので、はい、できないかもしれないですけど、インスタイベントね、あってほしいとは思ってるんですけど、今の時点で何も連絡がないので、なんだろう、お店側から打診もないのか、運営側から依頼もしてないのかなんかわかんないですが、おそらくなさそうですよね。今の時点で何もないということは、スケジュールも抑えられてないから、ちょっとね、そこは残念なんですけど、もし、なんかね、あればいいなと思ってましたが、ちょっとね、それは、足がしびれてきた。残念でございますが、おそらく今回はないんでしょうな。さあ、もうあと5分で、12時でございます。そう、もうなんかね、ツアーまでなんやかんやすぐなんですよ。全然曲覚えれない。曲がね、頭に入ってこんのですわ。あまりにも久しぶりすぎて。どうしたもんかね。本当にね、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。最後にちょっと音だけ出しとこう。せっかくカメラも、これまでさ、カメラを用意してきたのにさ、毎回何も弾かないっていうのも、ね、別になんか曲ができるわけじゃないよ。今曲弾いちゃうとネタバレしちゃうから。待ってね。っていうか音出るかな。出てるね。
出てると言っておくれよ、ベイベー。ちょっと細いモニター上、帰ってきてる音が細いけど大丈夫かな。ディープアフェクションの最初、お願いします。私でもわかるやつ。私がわからない。ディープアフェクションってどんな曲だっけ？もうそんな曲ガルにはないよ。もう40年弾いてない曲、40年前に遡るのが大変なんで。フェイスダリルのベースソロ聞きたい。そんな曲ありましたっけ？これ多分私が入る前じゃないですか。そう、最近ね、右手強化で練習してる曲でね、なんだっけ。ちょっと。コードが。BGM にもなってたやつ。わかるかな？わかるかな？なんだっけ、夏だっけ、冬だっけ。うろ覚え。待って、多分間違ってたらごめん。多分これだよね。はずだった。多分こんなんだったはず。あとあれ、なんだ。前も弾いたけどタイプライター。キャスネリの一番最初に流れるオープニングテーマ曲だね。指が寝てる。ダメだ。動かない。こんな感じで、はい。あとなんだ。
最近弾いてたの。分かっちゃおうか。覚えてないね。こんな曲もありましたね。あとなんだ。ラントゥジェッジ。ラントゥジェッジはね、なんだっけ、このベースじゃないんだよね。なんだよね。音的にはここか。だよね。だったはず。さあ、もう12時になったよね。ちなみに今日はご飯は炊いておりません。なぜなら、今日は私、冷やし中華を食べる予定なんです。もう冷やし中華始めますかということで、夏を先取りでございます。なんだろう、夏を待てないっていう感じですね。誰の曲かわかる人は、私と同年代。そうです。もう冷やし中華始めましたでございます。いや、スーパーこの前買い出しに行った時にね、もう冷やし中華が売ってると思って、もうこんな季節なので、そりゃ食っとかないとと思って。あ、ダメだね。もう、ツアーの瀬戸り練習始めると他の曲弾かなくなるからすぐ忘れちゃうね。ああ、髪の毛邪魔。この曲わかる？この曲わかる？俺が何弾いてるかわかる？
ビのとこからは全然やってないっていう。わかる人いた？あ、ミサさんわかる。ありがたい。同年代あとなんだ？あ、これか。これもね、ちゃんと弾きたいんだけどね、まだやれてない。っていうか、やる暇がない。もう。で、なんだろう、定番曲は、なんだっけ。いつものように候補曲には必ず入ってる曲ですね。あとは入ってますね。これは候補には必ず入ってますね。やるかどうかは別として。あとなんだよく入るのなんだ。もう、よく入る曲。あとなんだ。あとなんだ。かな？あとなんだ？他、いっぱい。定番曲ってそのぐらい？まあ、あとさっき弾いてた。意外と覚えてるもんだね。ユナイテッド。右手が映ってなかった。だよね、ユナイテッド。なんだっけ。な感じですね。うん。あと、何？アクロサレインボー。最初だよね、これ。なんだっけ。あ、これ、ケツだ。だよね。だよね。多分こうだよね。メリー・オブライト何知らないそんな曲。ハンターなんだっけ。
いやー、ダメだ、覚えてない。違う。ダメだ。覚えてない。ユニサルソライブをやってないアクロスレインボー。あ、そんなにそうなんだ。あら、ふわふわレモンさん寝坊しました。お疲れの時は寝ましょう。それはもう寝ましょう。寝るのが一番でございますよ。アーカイブありますんで、もし見たいと思っていただけるんだら、はい、もうお疲れの時は休んでください。というか、もう結構な時間になりました。ベースも弾きました。大丈夫ですよね。なんだっけ、どれだっけ。あとはね、こっちも弾いた。こんな曲分かってる？何の曲か分かる？こう、なんだっけ、ソロの裏で弾いてるやつだから分かんないでしょ。これわかんないかな。ね、ちょうどね、瀬戸りが来る前にね、勝手に個人的に練習してた曲なんでね。はい、そんな感じです。はい。正解が出なかったのでやめよう。どういう話やねん。はい、終わりますよ。もうこんな時間経ってんじゃん。ちょっと待って。いろいろ消さないと。いや、これで、一応私が、なんちゃってでもベースが弾けるということが証明されたと思います。はい。だから今年の分はもう弾きましたので、もう今年は配信中はベースを弾かなくて済むということでしょうか。はい。それではですね、もうこんな時間になりましたね。良い子は寝る時間でございます。私は冷やし中華を食べる時間でございます。では、次の配信がいつになるか分かりませんが、6月1回でもやれたらやります。一応今の予定だと埼玉終わり。
もし私は埼玉公演終わった後無事に戻ってこれたら、歴史書で捕まってるかもしれないからね。歴史書越えられないときちょっと地下道を通らなきゃいけないんでね。もしかしたら、千葉、茨城の人たちと構想があって帰ってこれないかもしれないし。ああ、すみません、ありがとうございます。もう終わりなんで大丈夫ですよ。はい、そんな感じでございました。終始アルコールフリーでお届けした健全な、シラフの鷹でございました。はい。一応まだ3週間ほどあるので、ダイエットを頑張りたいと思います。某アルトさんからもらったチョコレートは全て食い尽くしてしまったことは内緒でございます。そんなことやってるから痩せないんだよ。たく。ね。はい。もうちょっと大事に食えよって話なんですけどね。はい、ちょっと、本当に、痩せたい。衣装がね、入らないかもしれないんですよ。今のところ。なんかね、パンツはでかいサイズっていうか、この前のツアーで履いたやつがあるからいいんだけど、上がね、閉まらないんですよ。悲しいね。ちょっと、まだ、頑張ります。ダイエット頑張りたいと思います。はい。というかね、今日、こんな時間になっちゃったからあれだからね、本当はね、これも用意してたんだね。なんだかわからないだろうけど。これがね、これを食べたかったんだな、本当はね。残念だね。時間になっちゃったね。餅、ちょっと冷やし中華の前に食うか、冷やし中華の後に食うかわからないけど、ゆっくり食べたいと思います。やっぱね、だらだら喋っちゃいけないんだよ。てかね、ベースも触っちゃいけないんだよ。ベース触るとちょっと長くなっちゃうからね。はい、そういうことで終わりたいと思います。皆様今日は、第1部の積みキャスから始まり、第2部、こちらメインですね。周記念プレミア配信。なんかね、おまけの私の配信、遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はなんか豪華な人たちに見ていただいたので、ちょっとなんだろう、自分も仲間入りできたかな感じで、ミュージシャンみたいだ。ちょっと嬉しい気分でご飯が食べれそうです。ありがとうございます。皆様も、お付き合いいただきましてありがとうございます。一応もうね、来月からはガルネタが案内ができると思いますので、写真、動画等ね、頑張って、ちょっと余裕がないときは、スタジオリハーサルとかちょっと余裕がなさそうなので、今のところ、あんまり写真がないかもしれないですけど、ツアー始まりましたら頑張って全力で、メンバーの嫌な顔をされながら、メンバーにね、いろいろ怒られたり、ボコボコにされながらも写真動画を撮ってきますので、配信でまた、メンバーの裏の顔ね、悪い部分を、皆様にお伝えできたらなと思います。はい、ようやくガルネタが、あ、そうだ、1個忘れてた。前ね、言ってた DVD に合わせて、もう1個動いてるものがありますよと。あ、すみません、ありがとうございます。もう終わりなのであれですよ。言ってました。別のもの。あれが発売日が決まりました。まだ、公表はされてませんが。当初 DVD 発売に合わせて一緒に、やるって言ってたプロジェクトだったんですが、ちょっと遅れます。今月じゃない、6月末の方に遅れましたが、発売になりそうです、ちゃんと。一応、最終チェック的な、データの最終チェック的なのをメンバーに渡すみたいな感じで言われてるのがまだ来てないんですけど、一応、発売日がこの日に決定したそうですという連絡が来ましたので、もう少し発表されるまでお待ちいただければと思います。その発表されたものが皆様にとって喜ばしいものかどうかは別としてガル初めてのものになりますので、
何もしてないわけじゃないんだよっていう感じでございます。はい。まあ、ネタバレしてしまうと、メンバーの水着写真集だということですね。浜辺で、白ふんどし一丁で、寝そべってる、妙齢の男たちの写真集、楽しみにしていただければと思います。そのうち発表があるはずです。はい。多分、まだ最終チェックのやつが来んのかなでも発売日が決まったってことは多分大丈夫だと思います。そのうち、情報、解禁されると思います。何か決まり次第、おそらくミクシー2とかの方でポロッと内緒話はするかもしれないですけど、とりあえずはお待ちください。そんな感じでございました。はい。他なんもないよね。あと、今年はいろんなところでいろんなオファーが来てまして、それを全部うまいこと調整ができたら、今年はライブが多いぞって思います。はい。それも、後々発表されていくと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。では、終わります。はい。皆様も、ゆっくり、休んでください。また、なんかね、米問題が起きてそうな昨今でございますが、はい、うちのスーパー、なんか知らないけど、米がこの前見たら全然なかったので、ちょっと恐ろしいですが、健康に気をつけて頑張っていきましょう。もうすぐツアーでございます。ではでは、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。遅くまで。ではでは、おやすみなさい。